度重なる怪獣災害の調査、予測、予防対策、事後対策などを専門とする調査研究機関、怪獣防災科学調査所、通称スキップ。ここ1年間で特に怪獣災害が急増した星本市に設置されたスキップ星本市分署でも対策に追われる日々が続いている。しかし怪獣災害は星本市に限った話ではない。今やスキップの分署は日本全国に設置され、各分署には1体ずつ AI ロボットが配備されているのだ。迷わないた夢パワー共に走れ未来へ君よ君のまま Give me fight 飛び放って Jump into the skyスキップ藤山市分署怪獣ホットライン。星本市分署の連中を見習えってんだ。こいつ捕まえたの俺だぞ。迷わないた夢パワー共に走れ未来へ君の幸せ守るたびにきらめくよエナジー離さないか夢ワンダー寄り添えるよ My heart your heart 君よ君のまま Give me give me love Jump into the sky 迷わないた夢パワー共に走れ未来へ君の幸せ守る旅ウルトラマンアークブルーレイボックス発売決定。ユピーの調査によるとブルーレイボックスにはあんな特典やこんな特典など豪華映像が盛りだくさん。全52ページの作品解説書もついてくるよ。スキップ出動だ。2025年3月26日発売。今地球に迫り来る恐怖、オモラ、エレキング、バルタン星人、力を貸してくれウルトラヒーロー。さあ戦いを始めよう。ウルトラソフビシリーズアーク発売中。ウルトラマンアーク、力を貸してくれアーク。キューブをアークアライザーにセットして絵柄を揃えろ。ウルトラマンアーク変身だ。デラックスアークアライザー、アーマーチェンジができるアクションフィギュアも。ウルトラマン80初のブルーレイ発売決定。ウルトラマンシリーズ初めての学園ドラマは主演長谷川初典の教師と UGM 隊員を兼任する熱血ウルトラマン。リアルな特撮が彩るバラエティ豊かな本編を全話 HD リマスターで収録。フィルムに隠されていたディティールや色彩の階調がさらに美しく際立つ。映像特典として貴重なインタビューやイベント映像を多数収録。ウルトラマン80ブルーレイボックス2025年3月19日いよいよ発売。ザ・ウルトラマン初のブルーレイ発売決定。ウルトラマンシリーズ初めてのテレビアニメ作品。豪華キャストスタッフによるアニメーションを新規レストア。セル画特有の味わいを生かしつつフィルムに残されていた情報を鮮やかに引き出しました。映像特典として貴重なインタビューを、さらに最終回4部作を一本化し長編アニメ映画として新規制作。ザ・ウルトラマンブルーレイボックス11月22日発売。
はあ、暇だな。はい、こちらスキップ藤山市文書怪獣ホットライン。そうですね。ラーメンの出前はやってないですね。はい。暇だ。相変わらずくたびれた顔してんな、おい。これでも飲んでしゃっきり目を覚ませ。いや、いいよ。毎日お茶飲んでるだけでもう飽きたよ。てめえ、チャピーの入れたお茶が飲めねえってのか。分かったよ、怒るなよ。たく、そんな低たらくでいざって時に働けんのかよ。なんだよ、いざって時って。怪獣が出た時に決まってんだろ。てめえ、スキップ職員の自覚ねえのか。出ないよ、怪獣なんて。俺がここに赴任してきて10年間、怪獣出たのたったの2回だぞ。10年で2回ってオリンピックより頻度少ないわ。でもゼロじゃねえわけだろが。しかもその2回も、1回は地底から顔を出して引っ込んで終わり、1回は上空を通過しただけだぞ。なあ、富士山って日本の名所だよな。もうちょっと出てもよくない？いや、怪獣も観光してるわけじゃねえし。っていうか、出るのを望むんじゃないよ。俺もね、かつては地球防衛隊でブイブイ言わせてたわけよ。ほら、これ深海怪獣アリゲトータス。こいつ捕まえたの俺だぞ。ちっちゃくなったりでっかくなったり、かなり厄介な怪獣だったんだから。もう何万回も聞いたよ、それ。その功績を認められてスキップに引き抜かれたってんだろ。本当かどうか。ひどい。今の聞いた？ピーター、あいつロボのくせに性格きついよな。過去の栄光に名前をつけるな。何がピーターだ。いや、今も家の水槽で飼ってるから。飼うな。本格的にスキップ職員の適性に問題ありだな。なんでよ。スキップの使命は怪獣災害の予測や予防だろ。自分家で飼ってるんだから、何かあったらすぐに対応できるじゃん。まあ、うちのピーターちゃんに限ってそんなことは絶対にないけど、つまり予防にもなってる。どやってるけど全然論破できてないから。なんかあったら即防衛隊に撃退してもらうぞ。いや、まあね、ピーターちゃんはこう水につけてる限りもうちっちゃくて可愛いもんなんだからね。心配しなくても大丈夫。たく、なんでそんなにお気楽でいられるんだよ。星本市文書の連中を見習えってんだ。星本市文書？今大変なことになってんだから、星本市は。ああ、なんかあれだろ、光の巨人が現れたとかなんとか。ユーマ。スキップ星本市分署に所属する若き職員日瀬優馬。また力を貸してくれるのか。彼が危機に直面した時、決意とともに変身するのが光の巨人ウルトラマンアークである。光の巨人が初めて地球で確認されたのは今から16年前に遡る。宇宙からやってきた怪獣モノゲロスと光の巨人の戦闘に巻き込まれた当事者こそ幼き日のユーマだったのだ。お父さん、お母さん。走れユーマ、走るんだ。そして時を経て再び地球を襲う宇宙怪獣ディゲロス。そんな時ユーマが再会した光の巨人から授かったのがその時だ。神秘のアイテムアークアライザーとアークキューブである。
ユーマはアークアライザーにアークキューブを装填することでウルトラマンアークへと変身するのだ。アークはアークギガバリアーやアークテラショット、アークエクサスラッシュといった技を駆使して戦う。そしてアーク最大の技がアークファイナライズという光線だ。これらの技を状況に応じて多彩に使いこなすのがアークの戦い方なのだ。こうしてディゲロスを撃破して以降、ウルトラマンアークはユーマと共に戦い続けている。しかしその事実は誰も知らない彼だけの秘密なのだ。夏はウル様展示エリアや大迫力のステージでみんなの想像の力を解き放とう。君の力がウルトラヒーローの力となる。僕たちスキップのメンバーも登場するから、みんなの想像力でヒーローに力を届けよう。大阪梅田で初開催ウルトラヒーローズエキスポ梅田サマーフェスティバル。スゴデカニュージェネレーション親子立像がみんなをお出迎え。大迫力のステージはウルトラマンアークやウルトラマンゼロが活躍するぞ。みんなで応援を届けよう。会場にはフォトスポットもあるぞ。ウルトラヒーローと写真も撮れる。グッズコーナーも楽しもう。夏休みは梅田でウルトラマンアークに会える。チケット好評発売中。スプラヤイマジネーション有料会員は特典もあるぞ。ウルトラマンアーク君の想像の力イラスト募集キャンペーン。子供の頃のユーマくんのように想像力を解き放ってヒーローやアーマー、アイテム、怪獣の絵を描いて送ろう。素敵なプレゼントがもらえるチャンスも。ウルトラヒーローズエキスポ2024ニューイヤーフェスティバルがブルーレイと DVD のセットで登場。ゲント大将率いるスカードがバロッサ星人の陰謀に立ち向かう。千秋楽のスペシャルトークショーも収録。ウルトラヒーローズエキスポ2024ニューイヤーフェスティバルニュージェネレーションザライブウルトラマンブレザー編好評発売中。ウルトラマンアークだっけ？何者なんだろうな。さあな、そのあたりは星本市文書や防衛隊の連中も調査中なんだろうぜ。謎の巨人ってわけだ。なんか燃えるな。何が？どこの誰だか知らないけれど誰もがみんな知っている正義のために戦う神秘のヒーローって感じでいいじゃん。正義かどうかは分かんないだろ。正体不明なんだから。ドライなやつだな。冷めること言うなよ。俺は自分で見たものしか信じないの。さようでございますか。だいたい何が目的で怪獣と戦ってるのかも分からないじゃんか。人類を助けてくれてるってのはこっち側の色眼鏡で、あいつには何か別の思惑があるってことも考えられる。ロマンがないね。とにかく素性を明かさないやつを信用しろって方が無理あるぜ。そんなお前自己紹介したくても喋れないだろう。あんな硬そうな口じゃ。っていうか飯食うのも大変そうだよな。あの体格じゃ食費もバカになんないだろうし、あ、そもそも住める家もなさそうだよな。まあそのスキップ職員らしからぬ庶民的な分析はともかく、どこからどう出現してるのかも分かんねえのは確かなんだ。なんか怪しいだろ。まあいいじゃん。目的だ思惑だってのはよく分かんないけど、結果ね、怪獣やっつけてくれてるのは事実なんだし、星本氏も助かってるわけだし。そりゃそうかもしれないけどな。ほんとあんたってお気楽だよな。長所として捉えてくれてもいいんだよ。やかましい。話戻すけどさ、
星本氏もやっぱり大変みたいだな。あんなに怪獣が立て続けに出てるんだもんな。なんでなんだろうな。こっちなんて10年で2回しか出てないんだぞ。なんか理由があるのかもな。明らかに普通じゃない頻度だし。怪獣出現の謎はあ。16年前、世界各地で怪獣が同時多発的に出現した K-Day。 それ以降怪獣は日常的に出現している。救施設にでも運べばいいのに。特に星本市には怪獣出現が頻発しており、その理由は現在のところ判明していない。生体事業検知。ただし該当する怪獣データなし。鎧広角獣シャドウ。硬い装甲が特徴の怪獣だ。この時のシャドンの体内にはウーズという宇宙生物が寄生していた。この宇宙寄生生物の影響でシャゴンは短時間で50メートル級まで巨大化してしまったのだ。シャゴンの装甲の前にウルトラマンアークも苦戦を強いられる。さらにシャゴンは装甲だけではなくさまざまな攻撃でアークを苦しめた。しかし弱点を見抜いたアークの起点によりシャドウはついに倒されることになった。そして寄生していたウーズもアークの武器アークアイソードで切り裂かれたのだ。スキップ体操始まるよ。ウルトラマンアーク。アークキューブに秘められた神秘の力を貸してくれアーク。君の想像力を解き放て。キューブをアークアライザーにセット。回転させて絵柄を揃えろ。僕と一緒にウルトラマンアークに変身だ。デラックスアークアライザー、さらにアークアイソードにキューブをセット。必殺技を繰り出せ。最強なりきりセットも。つぶらやプロ直営オンラインストアつぶらやストアオンライン。ウルトラマンシリーズをはじめさまざまな作品のオリジナルアイテム、ここでしか買えない限定アイテムも。詳しくはつぶらやストアオンラインをチェック。つぶらやプロ LINE 公式アカウント YouTube キャンペーン。友達になるといいこと参戦。1、つぶらやサービス一押し情報をお届け。2、お得なクーポン情報をお届け。3、LINE キャンペーン情報をお届け。さらに今回は YouTube キャンペーンとしてウルトラマンアークオリジナル壁紙をプレゼント。この二次元コードを読み込んでゲットしよう。概要欄にある URL からもゲットできるぞ。友達ウルトラ募集中。夢を力にしてみんなの夢を守る。走れユーマ。スキップ出動だ。了解です。君の思いが私の力となる。想像力を解き放て。ウルトラマンアーク毎週土曜朝9時テレ東系列初世界同時期放送同時期配信中。古代怪獣リオド。1200年の時を経て現代によみがえった怪獣だ。リオドの特徴は強大なパワーと何でも吸い込む象のような鼻だ。アークは
アークアイソードにアークキューブを装填して放つ技アークソードビームで優位に立ったかと思われたが、リオドは角から電撃を放ち反撃する。1200年前にリオドを封印した飛躍、それを飲み込ませることに成功した。古代に封印されていた怪獣は現代でアークに倒されたんだ。電気を食べる新種のネズミ、それが大量の電気を流され巨大化して誕生した電素怪獣ネズドロンだ。ネズドロンは頭を覆う装甲を前面に突進するのが得意技。しかも体につながれたコードから供給される電気でエネルギーは無尽蔵だ。電力の供給を絶ってもなおも暴れるネズドロン。アークはネズドロンに対するために新たな力を創造した。それが太陽のように強大なパワーを内包する鎧ソリスアーマーだ。ソリスアーマーはスピードが著しく落ちてしまうが、その分パワーは絶大。ネズドロンの硬い装甲をいとも簡単に打ち砕いた。ユーマの想像力を解き放ちパワーアップするウルトラマンアーク。この先さらなる力が解放されることもあるかもしれない。一夜にして峠を水没させてしまった怪獣、それが巨芸水獣リビジラだ。水中こそがリビジラの主戦場。視界が悪くても超音波で周囲の状況を把握し攻撃を仕掛けてくる。アークも苦戦を強いられた。しかしアークの想像力がその状況を打開する。アークギガバリアとアークエクサスラッシュを組み合わせたスクリューで視界を晴らしたのだ。星本市になぜ怪獣が頻出するのか、その謎が解き明かされる日は来るのだろうか。そういえば怪獣どころか宇宙人も出たらしいぜ。え、そうなの？お前各文書の報告書ぐらい目を通しとけよな。面目ない。確か黒子星人とか言ったかな。番頭さん、山間の旅館あけぼの荘に住み込んでいた宇宙人、それがキノコ狩り宇宙人黒子星人だ。初めての地球で私はキノコ狩りに夢中になり、すると仲間から緊急連絡が入り、宇宙空間に異常が発生したため急遽地球を脱出すると。必死に走りましたが無駄でした。とある理由で地球に取り残されていた黒子星人は地球人に化け沼田という名で旅館の女将たちと交流を続けた。
そして彼はいつか母星に帰還することを夢見ていたのだ。あ、いやいや大丈夫です。そんな彼らに襲いかかる複数の鎧広角銃のシャゴン。黒子星人は母星に帰るための宇宙船で命を懸けて女将たちを守った。長い間お世話になりました。アークはソリスアーマー9号アークアイソードに装填。必殺技のソリスソードエクスプロージョンでシャゴンを撃破。残るシャゴンを山に帰っていった。じゃあ行きましょうか。行ってきます。そして辛くも生き残った黒子星人はこれ意味を教えてくれますか？何通りもあります。でもあえて一つ選べばありがとうですね。なんか最終的には地球防衛隊の宇宙科学局に連行されたらしいけどな。やっぱりあれかな。解剖とかされちゃうのかな。なんでだよ、発想が怖えよ。だってさ、想像だけどいろいろありそうじゃん。宇宙科学局って都市伝説番組見すぎだろ。なわけねえって。そうかな。星本市分署に出向してる宇宙科学局員が保護を申し出たっつう話だしな。むしろ手厚いおもてなしでも受けてんじゃねえのか。ちょっと待って。なんだよ。星本市分署ってよそから出向してきてる人いるの？そこかよ。だってお前この藤山市分署は人員削減だなんだってどんどん人が減ってって今や俺とお前の2人だけだぞ。もう不公平じゃないか。でもまあそれで回せちゃってるしな。なんだって10年で2回しか怪獣出てないしね。ほっとけ。うるせえな。俺だって昔はブイブイ言わせてたんだよ。こっちもね好きで窓際やってるわけじゃないんだよ。仕方ないじゃん、怪獣出ないんだから。出てくりゃそれはもうものすごい感じで解決できるのに。まあできそうにないから出ない地域に回されたとも取れるが。なんか言ったか？いやまあ別に。ほら分かったからお茶でも飲んで落ち着けよ。ぬるくなってる。やかましい。はあ、まあとにかくあれだ、星本氏がああなんだ。ここだっていつ怪獣がわんさか出てくるかわかんねえし、そん時はあんたのその豊富な経験を生かしてだな。そうさ。だからいつまでも腐ってちゃいけねえよ。一つ気合を入れ直していこうぜ。そうだよな。俺も一応スキップの職員なんだもんな。そうだぜ。俺も星本市分署の連中を見習ってもう一花咲かせてみるか。その意気だ。お、ちょうどいいところでホットラインだ。よし、どんな怪獣でもかかってこいってんだ。はい、こちらスキップ藤山市。よし。本部の人事の方。はい。移動私がで
ですか？あちゃはい移動だって、なんか北の方に。どんまい。うだるような暑さの中、怪獣が出現。ガスを吸収し始めた。謎の少女、古代伝説、そして星元消滅の危機。タイムリミットは満月の夜。母さんの思いがアークに新たな力を宿す。次回ウルトラマンアーク、満月の答え。走れユーマ。迷わない夢パワー共に走れ未来へ君の幸せ守る旅。ミュージックスタート。両手をバンタッチバンシェケンケンスキップケンケンスキップ、両腕伸ばして大きくフライ。大きな虹からちっちゃくなって飛ぶよ。せーのシュワッチ。左の足で片足立ちで左に向かっておっとっと、右の足で片足立ちで右に向かっておっとっと。両手のパーで無限のループ。お写真撮るよ。はいポーズ。アークの光線、お空に虹を力をためてせーのシュワッチ。空を3回指さして左右からのギュー。ウルトラハグで優しく包んでウルトラマンアークの登場だ。パンパン右パンパン左パンパン正面、お手手を腰にひらめいた。両手をパッタッチパッシェ。ケンケンスキップケンケンパ。素敵な笑顔でキラキラパー。キラ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 。両お手をパータッチパーかけっこ。ケンケンスキップケンケンスキップ、両腕伸ばして大きくフライ。大きな虹からちっちゃくなって飛ぶよ。せーのシュワッチ。最後は好きなポーズで決まった。